何を食ってどういうふうに生活して出てきた父かっていうことを一番問題にしてる。だからそれをその牛らしくね、そういう活動ができる。だから交配も人工授精じゃなくて自然交配。だからオスがいたでしょ、オスがいる人でしょ。あれ危ないんだけどさ、あんなってくると。だけど自然にやるっていう意味でね、そういうことをやってるわけですよ。まあそれが自然にやるとどういうことかっていうと、日本中で使われているその輸入の穀物飼料を使わないっていうことね。それは草食獣だから草だけでもって、健康を賄えるはずだ。ところが実際には家畜改良されてて、おっぱいが異常に出るようにできてるから、だから穀物を使わないで草だけでもって健康を維持しようとしたらとんでもないことなんだけど、うちはその改良じゃなくて改悪してね、改悪にしてで元に戻して野生的にして、それで乳が出なくてもいいから健康を保ってくれる牛の方にしたいということで、出なくてもってまるっきり出なきゃ困っちゃうけどさ、3分の1でもいいと、3分の1以下でもいいと、それよりはその牛の健康を自分で管理してやってくれる牛にした方がいいんだっていうことだよね。手をかけない、金かけない。その代わりでできたものはその穀物飼料を食ってないから量は出ないんだけど、本来の草食獣としてその自然に出てくる量をいただくから美味しいんだよってことね。その美味しいんだよっていう牛乳アレルギーの人が飲んでもアレルギーを起こさないよっていう牛乳になってくると思うんですよね。そんなにね、いきなり来てね、例えば鎌持って山中わーってやれるもんでもないし、いくら人数がいても。それはね、山見てもびっくりしたんだよ。そこでもって一日過ごすだけでも疲れてるわけ。だからその仕事をするっていう感覚がね、手伝うっていう感覚がね、町の人の感覚と実際のその農家の感覚では随分ずれがあるんですよ。だからその仕事量を期待するのは間違いなの。悪いけどね。そうじゃなくて、子供って1日なら1日、2日なら2日っていうものを、その人がどういうだけ一生懸命やるかっていうことが問題なんだって、仕事量がどんだけはかどったかじゃないんだよ。影響出た農家がたくさんあるからね。岩手の県南もそうだけど、放牧がダメになったり、草が出荷できなくなったりっていうのがあるので、その恐怖はあるし、やっぱりああいうのに頼る生活はダメだよね。原発とかたかが電気のためにこんなリスクをねえバカみたい人が住めなくなるなんて。短期的に見ればそれこそ風評被害とかいろんなことがあって、減ったりね、また信頼を失ったりすることがあるかもしれないけど、基本的なその生きる姿勢そのものはそうだから、それはもうすぐ回復していくだろうと思ってるけどね。だけども放射能は別だよ。数字が出たら終わりだよ。もうどんなきれい事並べたってね、ダメ。その時点でもうやめます、僕も。全ての営業はね。やめざるを得ないと思うよ。だから自己移行のその覚悟だけはね、持っています。だって自然と安全を売り物にしている山城の牛乳がね、山から放射能出ました、牛乳から出ましたったらね、これはもう安全をお届けできないんですから、だったらその時点でやる価値ない。もうお天道様がある限り、日本ではね、お天道様がある限り、この雨の恵みがある限り1000年でも続けられると思ったけど、放射能の数字が出た段階でも終わりです。俺はやる価値ないと思ってます。だそういう覚悟をせざるを得なくなったっていうのはね、とんでもない違いだよ。前とね、その事故前と事故後ではね。だからいつも検査に出すときはピリピリね、神経がしますけど、今はもう5回目だからね、もう大丈夫だっていうふうに思ってますけど、嫌な気持ちがね、いつもつきまとってるよね。出たら終わりだっていうね。だけども数字を見るたびにね、安心してます。今のところは大丈夫だ。ね、やっぱりね、私たちだってその放射能が出ればね、結局いつどうなるか分かんない、けども、結局それだけを考えちゃうと機械投資も怖いしね、機械入れても原発になってもここのためですって言ったらもう草も何も全部使い物にならなくなっちゃうね。そうするとそんなのに何百万もの機械入れるっていうのはね、すごい去年
去年とか震災の前にロールとか機械もね新しく入れるって契約してたんだけど、やっぱりやめようかって一瞬思ったの。もうこれ放射能出ちゃったらもうできないよと。そんなのに機械入れちゃったってお金にならないから返せないからやめようかっても思ったんだけど、でもそれでやめない結局しなきゃ大丈夫だった場合草も取れないし、もうじゃあもう一か八かやるしかないねって、もう出ちゃったら出ちゃったなりに新たにもうそれなりに考えるしかないよねって。だからもう今を一生懸命生きるしかないなと。ね、出荷できるうちは一生懸命ねちゃんとやって売らしてもらおうと。もし出たらもうしょうがないからそれなりに生きる方法を考えるしかないっていう感じで、まあやっぱり一日一日大事に生きるしかないから、みんなで必死になって、ね、ただ家族多いだけに生産を早く肉をつけるとか早くいっぱい乳を出すとかっていうところにしておくから、その経済効率になるから。だからそういう不自然なことをやってもだね、だから牛は長続きしない。不自然に不自然を重ねるからね。健康を目指し豊かさを目指して作っているもんじゃない。そこが美味しいわけがないと俺は思う。それは何も牛乳だけじゃないと思うよ。何を作ったってどういう工場で作ったって食品である以上、そこに関わって作る人たちが儲けるために作ってるとしたら美味しいわけがないと思う。そうじゃなくて、こんな美味しいものをね作ったのをねお客さんに食べて喜んでもらいたいって思って作ってるものはねきっと美味しいだろうと思うよ。そこがね人としての違いだと俺は思うね。俺農業者ってこと嫌いなんだよ。消費者とかね人間なんだからさ。だから伝統と文化を守るっていうのは経済的なことが見合おうと見合わないとね、先祖の思いを受け継ぐっていうところに農の意味があるんで、だから儲かるからやるけど儲かんなきゃやめるとかそういう話じゃなくて、儲かんなくても頑張るんだよ。それしかないんですよ。でだからそれを受け継いでいくから、日本人は日本の農村社会からまた漁村から食べ物を限りなく無限に毎年限りはあっても無限に何年経っても同じものを供給できるというのは、儲かるからやる儲からないからやらないっていう話だけじゃないんだよね。だから農業者じゃなくて農民百姓になるってことだと思うんだ俺はさ。だけどもできれば儲かった方が夢も希望も生まれるから、儲かんないでキュッとしてやってれば夢も希望もないんだよね。それが今の日本の農村だと思うんですよ。それで大震災があったでしょ。で今年教育フォーラムみたいなのがあって、今年は教育の日の集いっていう名前になったんだけど、そこでもって子どもたちが復興のために自分も一助になりたいっていうことをみんなが幾度もに言うわけ。感動して涙でしたけど、そして描いた構想はね自然豊かな田野畑であってほしい。今までの田野畑の延長線上で発展してほしい。みんな笑顔があふれる群れだってほしいっていうね、涙でしたよ嬉しくて。だから本来ここに住んで生まれ育った子がこの自然っていうものを改めて考え感じ、それで先祖前代守ってきたものが何だったかってことを初めて考えてんじゃねえかな。あんまり豊かさの中に生まれてゲームばかりやってさ、で画面ばっかり見てて、街でも同じでしょそれは。で街でいいよってところに、ところがふっと隣のおじいさんが死んじゃったとかね、お兄さんが死んじゃったとか、そういう自然災害に目覚めさせられて、それで何が価値があったのかっていうことを子供なりにみんな考えざるを得なかったんだと思うよね。その時に初めて村は素晴らしい村だったんだなと思ったんじゃないかなと思うんですけどね。これを守らずして何を守るんだと俺は思うよ。海をこの自然のまんまのね素晴らしい豊かな海を守らなくして何を守るの。ここにいてビルなんか誰が作るんだよこんなとこによ。作るわけねえじゃねえかはっきり言って。第一ここに住んでる人間としてはいらねえってのはそんなもの。ごめんこう素晴らしいなと思ってたら農家を見ちゃったわけよね。で農家のおじさんがいつも家族の笑顔の中心にいるっていうのを見て、じゃあ農家はいいなと人生を共有しているっていう、ね、ことをすごく強烈に思ったわけで、
それで俺は将来サラリーマンになりたいとは思わなかったのは、やっぱりその人生のほとんどを家族と別のところで過ごすサラリーマンっていう魅力を感じなかった。それは何かちょっとやっぱ寂しいなと。それでクラブを共有できるおじさんの真っ黒に日焼けした笑顔っていうのはいつも家族の中心にいる笑顔っていうのはいいなと思ったけど、俺もそうありたいと思ったのが農大に進学するきっかけになったわけです。やっぱり豊かさとは何ぞやというね、その人間に生まれた以上ね、動物じゃないんだから、動物はもう本性のまんまに生きておい、それで動物のね役目を果たすわけだけど、人に生まれた以上はただの動物じゃなくて人間だから、じゃあ人間と動物の違いは何か、その豊かさとは何かって、それ動物にはそれ逆立ちとも真似できないわけですから、その人としてね、自分はどう生きるべきなのかっていうことを、世の中全体を見渡しながらね、どういうふうに生きるべきなのかってことをやっぱり模索し続けてほしいね。自分さえ言うんじゃなくて、だからもう堂々とね、どんなに尽くしても人に害が及ばない、やればやるほど人が笑顔になっていくようなね、夢や希望というものを持って、それが人間らしい生き方になると俺は思うけどね。そういう人の道をね歩める、それも精力的に堂々とね一心不乱に歩めるようなね人間に育ってほしいと思いますよ。それの延長線上に世界平和もあるんじゃないのね。